お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が、従前の対空戦車よりも攻撃力を増強し、野戦防空を強化した戦闘車両である、オストイント対空戦車について解説をする。イルベルイント4号対空戦車に引き続き、ドイツ国防軍の対空戦車シリーズを補完っていう感じか。イルベルイント4号対空戦車の解説動画につきましては、マニアックすぎるのではないかという懸念があったものの、想像以上に多くの方にご視聴をいただき、後人の至りです。個人的には、動画にコメントのあった、イルベルイントの響きが、ねるねるねるねっぽい響き、っていうコメントが個人的な発見でした。そうか。イルベルイント4号対空戦車だけでなく、1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。というわけで、オストイント4号対空戦車の解説を始めていくよ。オストイント4号対空戦車の開発端緒は、先ほども言及したイルベルイント4号対空戦車にある。イルベルイント4号対空戦車は、同じくドイツ国防軍の対空戦車である、メーベルワーゲン対空戦車が、装甲の設計の関係で、搭乗員の保護が手薄な車両だったので、より搭乗員を保護できるよう設計上の配慮がなされ生産がされた。しかし、イルベルイント4号対空戦車に対しても、ドイツ国防軍としては、ある不満があった。言い出したらキリがないんではないかと素人考えでは思うが、どんな不満があったの？それは端的に、攻撃力だ。イルベルイント4号対空戦車の手法は、2センチファケビエアイング38、すなわち38式4連装2センチ対空砲だ。38式4連装2センチ対空砲は、ドイツ陸軍だけでなく、ドイツ海軍、ドイツ空軍、さらには、ナチスドイツの国防軍とは別個の党の武装組織である、武装 SS にまで配備され、広範囲に使用された対空機関砲だ。38式4連装2センチ対空砲は、その汎用性の高さから、ナチスドイツのあらゆる部隊に配備され、その防空に広く貢献したが、しかし、その威力や射程には、若干の不安のある代物だった。ドイツ国防軍は、イルベルイント4号対空戦車にその不満を抱いたか。そこで、より強力な対空機関砲を搭載し、かつ、メーベルワーゲン対空戦車で顕在化した問題であり、イルベルイント4号対空戦車で配慮がなされた搭乗員の防御を可能とする、新たな対空戦車の生産が急がれたという経過だ。そのドイツ国防軍の問題意識からすると、手法にはどんな機関砲が搭載されたの？オストイント4号対空戦車に搭載された手法は、3.7センチ FLAK43 だ。3.7センチ FLAK43 は、ドイツ国防軍が従前から運用していた対空機関砲の運用上及び生産上の問題点を克服すべく、ラインメタル社に対し開発を発令し、ラインメタル社がこの要請に応え、開発されるに至った対空機関砲だ。ラインメタル社は生産性に配慮し、プレス加工による部品を増やすことで、生産における工程を減少させた。プレス加工だとなんで工程が減るの？従前の対空機関砲は、削り出しによる部品の使用が多かったんだ。これだと工程が多く時間もかかる。しかし、プレス加工は、工具による強い圧力を利用した組成加工であり、大量生産、自動生産に適した加工方法なので、これを多用することで、生産性の向上が期待できたというわけだ。このように、生産性がいいだけでなく、発射速度にも改善が施された対空機関砲を開発し、これがオストイント4号対空戦車に搭載されることとなった。その結果として、ドイツ国防軍が懸念していた攻撃力を改善し増強がなされた、対空戦車が誕生することになる。ちなみにオストイントってどういう意味？ドイツ語で東風だ。それでは、オストイント4号対空戦車の構造について話していこう。イルベルイント4号対空戦車には、独特なカボチャみたいな砲塔が乗っかっているのが特徴的だったが、オストイント4号対空戦車にも、これまた独特な砲塔が搭載されている。
オストイントの砲塔は六角形だな。お菓子の缶みたいな形してるよね。確か、イルベルイント4号対空戦車は、使用している4号戦車の車体で砲塔を装着する部分をそのまま使用したので、砲塔の搭載は効率が良かったみたいな話をしていたけど、オストイント4号対空戦車の場合も、4号戦車の車体の砲塔を装着する部分に、そのまま砲塔を搭載したのかね。その点については、イルベルイント4号対空戦車と、オストイント4号対空戦車は異なるんだ。オストイント4号対空戦車の場合、量産の段階では、砲塔のサイズが4号戦車とは異なる設計で生産がされていたので、砲塔を車体に搭載するにあたっては、それに伴う改造が必要だった。なので、この点はオストイント4号対空戦車の生産性に消極的な影響を与えた可能性はあるね。ちなみに、その砲塔の直径は、ティガー1と同じだったらしい。砲塔からは地上の目標が見えなさそうだけど、地上の目標に対しては適当に撃ってたの。そんなことはない。地上の目標に対して水平での射撃を行う際は、オストイント4号対空戦車の前面に照準器用のハッチが施されていたので、これにより射撃精度を確保していた。そして、対空戦車という名称の通り、搭載された 3.7 センチ FLAK-43 は、プラス90度まで上向きに角度を取ることが可能だった。ドイツ国防軍が搭乗員の防御などに不安を抱いていた。メーベルワーゲン対空戦車の生産が終了することになったため、それに伴って生じる対空戦車の空白を埋めるべく、オストイント4号対空戦車には期待がかけられた。しかしながら、第二次世界大戦も終盤になっていたので、軍需産業は連合軍による度重なる空爆によって疲弊しており、かつ、地上からの侵攻も受ける状態となっており、オストイント4号対空戦車の生産は思うように進捗せず、結果として、生産されたのは100台に満たなかった。なお、オストイント4号対空戦車については、その発展型として、対空機関砲を2連装に増強した、オストイント2という発展型の開発も進められていたが、ナチスドイツの敗戦により、日の目を見ることはなかった。さて、以上の通り、オストイントの解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の記載にして、満州事変という一大事件を立案、主導した異彩の陸軍中将、石原幹事の解説動画です。石原幹事の破天荒な青年将校時代、エリート参謀への登竜門である陸大を割歩した陸大生時代、そして満州事変を起こす関東軍参謀時代、満州事変における驚嘆に値する活躍と激戦ぶりを一挙に解説しております。複数の動画を統合した総集編なので、動画間のつながりの箇所がありますが、気にせずにご覧いただければ幸いです。個人的には、石原幹事の陸大生時代、陸軍大学校の参謀演習旅行の一環で、あんまり意味のない課外学習に連れ出され、学生らは課外学習の報告書の提出が義務付けられた際に、他の軍人学生らは意味のない課外学習だけに頑張って報告書を作文してるのに、石原幹事だけは、報告書に所見なしって4文字だけ書いて提出したっていう逸話が好き。破天荒な記載だな。いろんな意味で。東条英機との対立なんかは有名だね。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。